3月14日土曜日。久々に早朝予約のある日だった。お客様にもよく聞かれるのは、一番遠いところはどこまで行ったのか。ちなみに僕は横浜から浜松。走行距離なんと約250キロ。運賃約9万円。6年やっているけど、この金額を超えたことはない。普通の女性の方だったんですけど、フェス、音楽イベントに行かれるって言ってたんですけど、結構乗り継ぎが多くて、会場まで行くのに大変だからお金をそのためにわざわざ貯めてタクシーで、かなりいろんな人のエピソードは詰まってますね、本当に。毎回楽しいお仕事ばかりじゃないけど、いろいろな人をお乗せするお仕事。一人一人のストーリーに出会えるタクシーって面白い。また明日も楽しい一日になりますように。おやすみなさいませ。見えるところはしっかり毎朝拭いて出ます。3月15日日曜日。昨日は仕事でついついお昼まで寝てしまった。決まって夜眠れなくなる。そんな時はサウナ。お気に入りの日帰り温泉に車を走らせる。15時だというのになかなか混んでいる。なぜそこの日帰り温泉が好きかといえば、サウナがいい。塩サウナと高温サウナ。塩サウナはお肌ツルツル。その後の高温サウナで思いっきり汗をびっしょびしょになるまで、入ってからの水風呂、もうたまりません。天国です。水風呂に入るためのサウナといっても過言ではありません。また時間を見つけていきたいサウナ。サウナ入って水風呂入って休んで温泉入って水分補給してっていうのを4回ぐらい永遠にやってますね。長いと4時間ぐらいいます。何してるんですか？3月16日月曜日。今日もお休み。休日にやっている楽しみがある。草野球。所属するタクシー会社の野球部で僕はピッチャーだ。実は僕は松坂大輔と同学年。奴は化け物だった。と言っても一度も対戦したことないし、同じ学校でもない。でも親近感が。実は下の名前が一緒。大輔。両親に感謝です。3月17日火曜日。今日はいつも通りの始まりだった。駅からのお客様を少し距離のある病院まで送迎した。ふとあの弁当屋さんが近いなと思った。久々に食べたいと車を走らせる。若草の唐揚げ弁当。
これが実にうまい。うまっ。中毒性のある唐揚げだ。一口食べたら止まらない。あっという間にごちそうさま。お腹も満たし営業再開。空車で走っていると岸根公園の桜がほんのり膨らんでいた。思わず車を止め見ていたら涙が出てきそうだった。息子の保育園の卒園で見た桜を思い出した。今度彼は小学校を卒業する。時の流れる速さにびっくり。今年は一緒に見たいな。3月18日水曜日。今日は僕も緊張のあまり、いつもより早く目が覚めてしまった。そう、息子の卒業式だ。なんとも言えない感情。嬉しいけど寂しいようないろいろな気持ちがこみ上げて、始まってもいないのにうるうる。式が始まる前に涙がなくなってしまうのではないか。いよいよ卒業式が始まり、息子が入場してきた。いつもはヘラヘラしている息子も、今日はなんだかシャンとして見えて、少し大人っぽさも感じた。2020年のコロナの頃に入学式を迎えて、クラス全員が揃わない、そんな小学生のスタートから、だんだんコロナも収まり、学校行事で多くの思い出を作っていったことを思い返してたら、もう気づいたらハンカチを目元から離せませんでした。ここまで大きく育ってくれて、ありがとう。3月19日木曜日。今日は春のお彼岸なのでお墓参り。父と母と僕3人揃うのは久しぶりだ。墓参りは春夏秋冬と4回行くようにしている。近所の人には偉いねって言ってもらうけど、別の理由がある。それは雑草たちだ。雑草たちの手入れのためにこまめに行っている。家族みんなで協力しているのだ。その後、昼食は近くの蕎麦屋で食べているのだが、今日は母が横浜にある小籠包のお店を予約してくれた。普段あまりゆっくり話をする時間なかったので、父と母とゆっくり話をしながらご飯を食べることができた。あと何回こうしてみんなでご飯を一緒に食べられるかな。一回一回を大切にしたいな。3月20日金曜日。今日もたくさんのお客様を乗せた。お酒を飲んでいる人、仕事で疲れてうとうとしている人、いろんなお客様がいるけど、あの妊婦さんは忘れられない。
何年か前の深夜、無線が鳴った。呼ばれたところに迎えに行くと、陣痛の始まった妊婦さんだった。初めての経験だった。僕もドキドキしながら後部席にバスタオルを引いてゆっくりと乗っていただいた。目的地は何度か行ったことのある山陰だが、タクシードライバーをやっていてあんなに緊張したのも最初で最後だと思う。道中あんなに長く感じたのは初めてだった。無事に妊婦さんを送り届けた。話には続きがあって、2、3年した頃、日曜日のお昼頃、見覚えのある場所にお迎えに来た。そう、あの妊婦さんを乗せた場所。まさか同じ人が来るなんてめったにない。パパと手をつないだ小さな女の子。後ろから小走りで来たのは、確かにあの時の妊婦さんからママになったその人だった。お客様は一度しか乗っていない。タクシーのドライバーの顔なんて覚えていない。僕は勝手に親戚のおじさんな気持ちになっていた。あの妊婦さんが子供を産んでママになった。そしてその子が僕のタクシーに乗ってくれた。こんなことがあるんだ。これは奇跡。奇跡って日常に起きているけど気づいていないだけなのかもしれない。